こんにちは、斉藤直樹です。今回はもっと絵が上手くなるには数値化上達法ということでお送りしていきます。質問来ております。20代40478さんからの質問です。斉藤直樹先生、いつも素敵でためになる動画をありがとうございます。いろいろあり、絵を描くのを2年やめていた私ですが、斉藤直樹先生の動画に出会い、絵の楽しさを再度知り、今は楽しく趣味で絵を描いているものです。本題なのですが、私は絵の足し算と引き算についてずっと考えているのですが、未だに答えにたどり着けていません。絵の足し算と引き算というのは、どういった知識や前提で組み込んでいるものなのでしょうか。 SNS でも何度か講座のようなものを拝見しては、直後は納得して理解したつもりでも、いざキャラデザであったり、一枚絵を描こうとすると破綻してしまい、いわゆる足し算のみの、私が描きたいものを描いただけの作品になります。足し算のみだと見ていると疲れたり、何を伝えたいのかわからないかもしれないと考えすぎてしまい、うまく描けずうなる毎日です。絵の足し算と引き算を上手に使えるようになりたいと思い、質問を送らせていただきました。念のため参考に私の SNS を失礼いたします。いつも本当にありがとうございます。優しく思いやりに溢れる斉藤直樹先生のお人柄と元気がもらえて可愛く魅力的なイラストがずっと大好きで救われております。斉藤直樹先生の生きる日々が輝かしく優しい日々でありますように、長文失礼いたしました。もしよろしければよろしくお願いします。ということで、はい、40478ご質問ありがとうございます。僕の動画がきっかけで再び楽しくお絵描きできるようになったということで、とても嬉しいです。で、お悩みの内容なんですが、なるほど。足し算と引き算ですか。確かにね、40478の絵を見てみると、足し算、引き算、気にしそうなぐらい、かなりね、情報量が多い絵です。ただですね、ものすごく魅力的な絵なので、まずはね、僕が何か言う前に、皆さんに40478の絵を紹介したいと思いますので、まずはね、絵の紹介からいきますね。それでは早速、行ってみましょう。40478の作品の紹介。はい。それでは早速紹介していきましょう。まずはこちらの作品です。はい。いいですよね。結構ダークな世界観、キャラクターですが、すごくね、楽しそうに絵を描いているのがもうわかりますね。はい。このキャラクターはホストなんでしょうか？僕の給料のために死んでくれませんか？はい、いいえ。ってね、選択肢が出ていますが、多分ですね、この絵が刺さってしまうような人は、はいを選んでしまうんでしょうね。テーマとしては恋愛と、それをゲーム化してしまうような、少しね、病的なメンタリティを描かれていると思うんですが、キャラクターの周りにね、描かれているドット絵が、そういった部分をうまく表現していて、とても、いいと言っていいのかわからないですが、でもね、こういう世界観をあえて楽しく描くことによって、ある意味ね、闇の深さを誇張するような表現に仕上げられていると思います。はい。そして次の作品はこちら。今度は女の子のイラストです。はい。かなりですね、手足が細く、華奢な女の子なんですが、かなりね、バランスよくデフォルメされていて、スッと自然に受け入れられてしまうのがちょっと不思議ですね。僕はですね、この細さで女の子を描けないと思うので、このバランス感覚、すごいと思いました。あとですね、日本では、あんまりこの傾向は強くないと思うんですが、特にヨーロッパ圏では、馬ってですね、女の子の永遠の憧れっていうのがあるらしくて、おもちゃとかぬいぐるみとかね、馬のモチーフがすごく人気らしいんですね。例えばですね、例を出すと、こういうね、シュライヒから出ている馬と馬車と人形でごっこ遊びができるようなセットだったりとか、あとはこういう乗馬クラブごっこが想像力豊かに遊べるセットが女の子にとても人気ということなので、結構ね、海外受けも意識するなら、馬のモチーフって結構大事みたいなんですね。この絵の場合はどちらかというと、マイリトルポニーとかが近いような気がするので、少しね、テイストは違うかもしれません。マイリトルポニーはアメリカ発ですよね。はい。そして次の作品。こちらは男性2人のイラストですね。はい。イラストの方向性がね、ずっと一貫していて、テーマに統一感がありますよね。はい。愛欲、テンプテーションってね、ものにテキストで書いてありますが、この方のメインテーマも、この言葉に集約されているような感じがしますね。書きたいテーマがはっきりしているのは、絵の強さにもつながると思いますので、とてもね、良いと思いました。はい。あと、細かい部分ですが、黒い方の少年が持っている棒が、白い少年の髪の毛をちょっとくぐっているように書かれているあたり。これだけでね、黒い少年が白い少年を無理やり引き寄せているという感じを強められているので、これはね、うまい表現だなと思いました。はい。そしてこちらの作品。こちらもね、テーマとしては一貫しつつも、今度はね、男女ペアのイラストですね。
あとはですね、表現の仕方も、ちょっと今までの作品とは少しね、違っていて、この絵の塗り方がですね、ほら、アップにしてみるとすごくわかると思います。はい。絵のタッチを見てみてください。質感のあるブラシが使われていて、ちょっとね、ザラザラっとしたようなタッチが見て取れますよね。はい。この風合い、とてもね、僕は好きですね。キャラクターの存在感がさらに引き立つような絵柄に仕上げられていると思います。とても素敵だと思いました。はい。あとですね、こんな感じで、デフォルメのキャラもすごく可愛く描かれています。はい。一枚絵もそうでしたが、このミニキャラ、はい、ものすごくたくさん描かれていて、4043にとって本当に絵を描くのが楽しいんだなっていうことが、この一枚を通してもすごく伝わってきました。はい。素晴らしいです。引き算はすでに済んでいる。さて、ここからはご質問にお答えしつつ、改善できる部分についてお伝えしていこうと思います。特にね、改善点については、これを意識するとさらに絵を描くのが楽しくなるよということをお伝えするので楽しみにしていてください。まずはですね、質問にある足し算と引き算について答えていこうと思います。4043は自分の絵は足し算と引き算あまり使い分けられていない。特にどんどんキャラクターや書き込みを増やしてしまうので、自分は足し算しか意識できていないという認識なんですよね。なるほど。確かにですね、この絵なんかを見ると、キャラクターが中央にドンといるだけじゃなく、その他にミニキャラの同じキャラクターが3人も描かれていて、で、その他にもドット絵のアイコンとかが周囲に所狭しと散りばめられてあったり、すごくね、盛りだくさんの絵に見えますよね。なので、4043の絵作りは基本的に足し算でできているという認識は、間違いではないんですが、僕はですね、実は4043は結構ですね、絵を描く以前にもうすでに引き算が済んでいるという部分がね、結構あると思うんです。というのはですね、イラストにおける足し算引き算って、実は2つの意味合いがあってですね、1個はさっき言ったような絵的な絵作りにおいての足し算と引き算。例えば、もっとキャラクターを増やすとか、エフェクト表現を増やすとか、そういう意味合いでの足し算引き算ですね。で、この視点は確かにありますし、実はね、この方の課題もそこにこそあると思うんですが、でもね、4043のすごいところは、もう1個の意味での足し算と引き算がもうすでに済んでいるというところなんです。それがですね、4043の絵をすごく魅力的に、そして見やすくて伝わりやすいものにしていると思うんです。というのも、さっき言ったように、僕は4043の作品を紹介するときに、テーマやコンセプトがすごく一貫してますね、と紹介しましたよね。はい、4043の作品、すべての作品に共通しているのが、愛欲やテンプテーションといったテーマ、世界観があるように感じました。つまりそれって逆を言えば、その他の色々なテーマや世界観をすべて削ぎ落として、もう愛欲やテンプテーションに絡むような世界観しか描かない。そういうキャラクターしか描かない。という引き算を4043は無意識にだと思いますが、済ませているっていうことなんです。例えばですね、こちらの女の子の絵については、一見そういうテーマからはかけ離れているのかなというふうに思う人もいるかもしれませんが、でもね、よく見てみると、女の子のすごく細長い手足、あとはゴスファッションという部分を手伝って、自分の身体的な健康さよりも好きなことを優先してしまう女の子っていうのが暗に描かれているので、結構ね、この絵も僕はですね、テンプテーションに抗えない欲の強さという一貫性を感じました。おそらくですね、ご本人は引き算をあえて意識したのではなくて、ただね、描きたい世界観を選んだ結果、無意識にその引き算を済ませられていたということだと思うんですが、でもね、意外と多くの人がこの引き算ができなくて、四苦八苦しているものだとも思うんです。例えばですね、4043と同じように、若干病んだような世界観も好き、描きたいと思いつつも、それと同じぐらい健康的で清々しい男の人も描きたいと思っていたり、そもそもね、絵柄の全く違うリアルな風景画も描きたいなと思っていたり、あるいは同時に特殊パワーで戦うバトル漫画を描きたいなと同時に思っていたり、そういう思考ってね、一人であっても結構バラバラと一貫性がないものを結構同時に抱えていることって少なくないと思うんです。もしかしたら4043も、言われてみたらそういった色々なものを好きな気持ちは同時に抱えているのかもしれませんが、結果として絵に描いているものは愛欲や誘惑といった世界観のみに絞って描かれていますよね。それってですね、結構すごいことで、世界観をぐぐっと絞った結果、4043の世界観を見る人に伝わりやすくしている効果があると思います。なので、その点においては、4043はすでに引き算できていると考えていいと思いますね。メインモチーフと遊びの演出を絡める。
じゃあ、4043の課題は何なのかというと、これはおそらく4043だけではなく、多くの方が抱えている課題だと思うのですが、さっきもちらっと言ったように、絵作りの部分の足し算引き算が少しだけうまくいっていないというか、これね、そもそも意識できていないと思うんです。ただですね、これは、はっきり言ってダメ出しとかではなく、4043がここまで足し算できたがゆえに言える、かなりレベルの高いプラスアルファのアドバイスです。おそらくですね、これを意識できるようになると、かなりね、絵を描くのが楽しくなると思いますよ。さて、じゃあですね、具体的にどうすればいいのか、もう結果をお見せした方が早いと思うので、先に見せちゃいますね。はい。例えばこのイラストなんですが、僕はこのようなパターンもいいんじゃないかと思いました。はい。こうです。変化がわかりやすいように、ビフォーアフター切り替えてみますね。パッカー、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 パッカーと。はい。なぜこのように変更したのか解説したいと思います。僕はですね、ちょっとだけ気になったんです。メインで描かれている中央の男性のイラスト、とても魅力的ではあるんですが、そのメインのイラストと背景に描かれているドットのエフェクトや演出がかなり分離してしまっていて、パッと見ですね、ちょっと隙間を埋めるような感じで、この男の子と直接関係ないモチーフで絵を埋め尽くしているようにも見えちゃっているっていうところが、ちょっとね、ここが気になっていたんです。でもね、実際そうじゃないんですよね。この男の子は、本来、愛とか情欲とか、結構重ためなね、感情を、まるでね、恋愛ゲームを攻略するようなノリで、相手にアプローチをかけることによって、恋愛をゲーム化している人なんだよ。みたいな、なんかそういうメッセージ性を、この周囲のドット絵のエフェクトで表現しているわけじゃないですか。なので、その演出が、このメインの中央の男の子にも絡んでいた方が、4043が本来表現したいことを、さらに強めることができるようになると思います。それと、足し算、引き算的な観点でも説明するとですね、こういう考え方で理解すると、おそらく4043をはじめ、皆さんね、すごく理解しやすいようになると思います。おそらくこの絵、必要なモチーフはすべて絵の中に入っています。すでに。なので、ここから何か足すとか引くとかは必要ないんですよ。材料はすべて鍋の中にもう入っている状態。ただ、ちょっとだけうまくいってないのは、その鍋の中の材料の分量なんです。はい。添削前はですね、これね、わかりやすく数値で各モチーフの存在感を示してみると、僕はですね、こんな感じの数値の印象を受けました。はい。こんな感じですね。中央の男の子が一番存在感があるものの、前に描かれているミニキャラが、白とね、黒の枠で強調されていて、存在感が高く、強く描かれているので、メインが30ぐらいで、ミニキャラが各20ぐらい。で、背景10ぐらいの存在感ですね。背景のインパクトはね、結構強いので、もしかしたら背景の数値がもうちょっと高いかもしれませんが、このぐらいの印象を受けました。僕が思うにですね、ちょっとメインの大きな男の子の存在感と、ミニキャラの存在感の分量、配分がですね、そこがうまくいっていないように思えたんですね。理想としては、あくまでね、ミニキャラは付け合わせ的な存在。例えば、メインの男の子をステーキだとするなら、ミニキャラはね、あくまで付け合わせのマッシュポテトみたいな感じです。なのに今、そのマッシュポテトの存在感が強すぎて、マッシュポテトステーキみたいなバランスになってますよね。はい。なので僕はちょっとこれを調整して、ステーキを食えマッシュポテトもね、みたいな印象になるように、印象の分量を再配分したんです。そうなんです。4043は、絵の中からね、あえて何かを足したり、引いたりすることはもう必要ないんですが、その中での分量の配分、絵の中にある具材の存在感を調整するだけで、かなりね、絵の見せ方、印象を操作できるようになると思います。はい。この発想が4043に足りていなかったのと、あとね、さっきこれができると絵がもっと楽しくなるよと言ったのは、このね、中央の手の部分にも周囲のようなエフェクトを加えちゃうっていうこと。ここにもですね、周囲と同じようなドット絵のニュアンスだったり、エフェクトをね、このように追加することで、男の子のね、このポーズが印象的になりますし、何よりも背景のドットとの関連性が一気に強まりますよね。おそらくね、4043は中央のモチーフと周囲の背景やエフェクトを今、別々のものとして描いていると思うんですが、ここをですね、関連付けるように描けると、さらにね、絵が楽しく、世界観がね、広げられるようになると思います。ぜひね、次描くときには、この点意識してみてくださいね。まとめを黒に頼りすぎない。
さて、今お伝えしたのが、僕がね、今回一番伝えたかったことなんですが、おまけでもう一点お伝えします。と言っても、今お伝えした内容と少し被ります。多分ね、これも多くの人がこの傾向があると思うんですが、4043は絵をまとめるときに黒に頼りすぎる傾向があると思います。はい。例えばこのイラストなんですが、まずはメインの女の子を描いて、で、それだけだとちょっと物足りない感じがしたので、右下に今描いた女の子をコピペして、で、表情差分を書きましたと。で、ただそれだけだと存在感が強すぎるので、白のドットパターンを上からかけて、存在感を弱めつつ、背景どうやってまとめようかなって思って、周りの装飾を描いていって、で、ちょっと引き締まらないなって思った部分を、この黒のキラキラとか黒のハートで印象を引き締めたと思うんですよ。確かにね、黒って一気にこう絵を引き締めてメリハリを出す上では非常に有効な色なんですが、と同時にですね、黒ってかなり強い色でもあるので、絵のメインのモチーフからですね、さっき言った存在感の数値をかなりね、奪いすぎる傾向にもあるんですよ。なので、これはさっきよりもものすごく小さな変更なんですが、このように調整してみました。はい、ドン。はい。これもわかりやすいように、ビフォーアフター、パカパカしてみましょう。パッカ、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 パッカ。はい。どうでしょう。周囲に散りばめられていた黒を若干弱めて、グレーに落ち着けることによって、メインの女の子に存在感の数値を少し戻せたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。修正前の黒いキラキラ、黒いハートが存在感の数値を5ぐらい取っていってたのが、修正後は、2か3ぐらいになりましたよね。はい。この観点です。4043に今少し足りなかった観点は、新たにモチーフを足す、引くという足し算引き算の観点ではなく、今鍋の中に入っている材料の中で、この具材の存在感はもっと出す。逆にこの具材はもっと存在感を弱める。といったありものの材料の中での足し算引き算の感覚です。もうね、この意識を持つだけで、4043の絵はさらに見やすく、クオリティをね、ぐぐっと高めることができると思います。ぜひね、この存在感の数値の再配分の感覚、意識してみてくださいね。4043が書かれている世界観、キャラクター、非常に魅力的だと思いますので、ぜひね、自信を持って、これからも創作活動、楽しんでいってください。応援しています。お知らせです。パイインターナショナルさんから新書籍、これで生き残れる絵師サバイバルガイドが発売中です。前に出したうまく描くの禁止がお絵描き初心者用の本だとしたら、こっちの本はですね、お絵描き中級者から上級者用、結構現実的できつい内容も書かれた本になります。というかですね、はっきり言って、つよつよ絵師になりたいっていう人に向けて書いた絵師をさらに強化しちゃう本になっております。なので、紹介している内容もですね、絵で成功したい時に絶対にやっちゃいけないことだったり、有名クリエイターになれる人となれない人の違いといったクリエイターにね、なりたい人に向けた戦略的な話題だったり、3年後に差がつく絵×マネタイズといったお金に関する話題だったり、絵に求められることが激変しているといったような業界の変化の話についても切り込んでいます。なので注意です。この本はですね、いつもの優しいテイストで、ほんわか語るような語り口ではなく、結構正直にビシビシと事実を言っています。なので、絵で食っていきたいっていう人にとってはめちゃくちゃ役に立つ内容になっていますが、そこまでじゃない。今やってるやり方、否定されたくないっていう人にとっては、はっきり言って毒だと思います。人によってはね、ってメンタルに来ちゃう内容かもしれませんので、注意してご購入くださいね。概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方はこちらからぜひチェックしてみてくださいね。